新潟寺泊温泉北新館に泊まってきた時のお話をします。北新館は2つの源泉を持つのどかな一軒宿。1つの宿で種類の全然違う源泉を2つ保有しているのは全国的に見ても珍しいのではないでしょうか。パンのお味は飛び抜けていいとは思わないけども手頃なお値段。寺泊といえば通称魚のアメ横と呼ばれる市場通りですね。鮮魚店や土産物店など約10店舗が並んでいる。しかしですね、市場通りにしばらく興味を失っていたんです。魚はたくさん並んでいるんだけども地物が少ないなという印象で、なので今回も寄らんでいいかなくらいの気持ちで来たんですが、行ってみると地物の割合が多い気がしました。季節的なことなのでしょうか。もしかしたら武漢ウイルスの影響でお客さんが減ってよそから魚を持ってこなくても足りるようになったのかもしれません。ではお宿へ向かいます。寺泊温泉とは言いますけども、寺泊の漁港や市場のところにあるわけではありません。海と町を隔てる木々の豊かな丘陵の中にあります。海を背にして走ること10分も経たずにお宿が見えてきました。日帰り客を受け入れていることからも分かるように割とカジュアルな雰囲気で、マスクを正しくつけてください。体温は正常です。廊下はスリッパいらずで楽ちんです。北新館には部屋に半露天風呂の備わる上級グレードの部屋は3つあるんですが、温泉が引かれているのはこののどかだけ。僕らも一番お気に入りのお部屋です。手前の主室が10畳で、この右の戸を開けると部屋の露天風呂です。そして寝室です。布団が敷いてあるのですぐにゴロンとできてありがたいです。お部屋を物色しているとスタッフの方がお茶を入れに来てくださったのですが、そのお盆の上には近くの農家さんからイチゴをいただいたのでおかみの手作りなんです。このサプライズに心も体もすっかりリフレッシュした気分です。おかみさんは料理を作るので普段はずっと調理場にいてなかなかお客さんの前に出られないから、こうやってお客さんとコミュニケーションしてるんですね。今はこちらが男湯。戸を開けるとミストサウナばりに高い湿度とともに独特な匂いがあふれてきました。温泉マニアたちが油臭と言って珍重する石油やタールみたいな匂いです。泉質も色も匂いも全然違う源泉は強食塩泉と炭酸水素塩泉、どちらも源泉温度は低めです。油臭を発しているお湯はおそらくこちら強食塩泉というだけあって舐めてみるとしょっぱいです。入浴してみるとピリピリとする感触で目がしばしばしてきて喉がむせるような感じがあります。湯温は低いのですが湯上がりのほてりがすごいです。源泉温度が低めなのでボイラーで温めたいところなのでしょうが、成分が強すぎて機械をことごとくぶっ壊してしまう暴君らしく、加温は熱いお湯を入れることしかできないようです。
もともと成分が強力なので薄めるぐらいがちょうど良いのかもしれません。その隣が炭酸水素塩泉。もともととは言ってもほんの数年前までこちらは硫黄泉だったのです。地殻変動で泉質が変わったそうです。以前も硫黄がプンプン匂ってたわけではないので、正直僕にはお湯の違いが分かりませんでした。こちらも源泉温度は低いのですが、ボイラーで加熱しているのでお湯は源泉のまま薄まっていません。3時までは日帰りの入浴客を受け入れていて、3時以降は宿泊専用となります。先ほどお見せしたのどかのお部屋だけを見ていると、ここはおこもり系の高級旅館に見えるかもしれませんが、もともとは湯治場ですし、今でも近隣の方々がお湯を楽しみに来る普段着な場所でもあります。敷地内にある源泉のタンクを見に行ってみましょう。源泉が2つなのでタンクも2つ。右手に見えている錆の強い方が強食塩泉のようです。この山の地下1000メートルほどからガスとともに自噴しているそうです。もう一つの炭酸水素塩泉の方は宿の裏手、地下約2メートルから湧出しているそうです。部屋の半露天風呂に入ります。総ヒノキ造りのお風呂です。お湯は炭酸水素塩泉。透明に近い方のお湯です。僕がお部屋を取っている時に連れはこの半露天風呂を除いて一人でキャッキャ言いながらテンション爆上げでした。湯冷ましに縁側へ。鳥の鳴き声と静かな時間を手に入れました。あとは布団にごろり、湯が床を打つ音が聞こえています。夕げの時間となりました。お食事はこんな立派な個室でいただきます。タコしゃぶはこの宿の定番料理。わかめがさーっと緑色に。これは何ていう魚でしょう。見てみたら金頭という魚のようです。タコしゃぶはこの宿の定番料理で、初めて泊まりに来たもう10年ぐらい前からあります。なんかわからんのですけども、昆布締めと思うぐらいうまみが濃いです。人生で初めてのどぐろを食したのがここ福神館。こんなうまい魚があるのかと半べそになりましたが、また出会いました。薄皮まんじゅうみたいに儚い皮のその塩気とともにジューシーな身を口の中に入れますと、もう油分なのかよだれなのかわからないもので口の中は大変なことになっています。お品書きには寺泊利友コシヒカリとあります。利友とはこの宿のある地域を言うので、もうほとんどご近所さんで作っているお米ということになりましょう。そこに佐渡の長茂という海藻をぶっかけます。
おやすみなさい。おはようございます。夕食と同じ個室で朝食をいただきます。朝から驚きです。この一見してわかる手間のかかり具合。寺泊になかなか面白い宿があるよと聞いて、初めて北進館を訪れたのは2009年ですから、もう13年前です。当時は部屋に露天風呂がついているなんていうのはまだまだ珍しい時代でした。それで泊まりに来てみると、2種類の源泉や半露天風呂付きのお部屋はもちろんのこと、料理うまいなぁという印象を持ち帰ったのです。小さい宿、おかみさんが自分で料理を作る宿、漁師町なら海の幸を船盛りにした豪快料理の宿ならいくらでも見つかるでしょう。でも北進館の料理は巷の漁師料理とは違う気がします。寺泊の魚を大切にするのはもちろんのこと、お作りに全体重が乗っているんじゃなくて、前菜からデザートまで丁寧に料理されている印象です。多分ほとんど手作りしてるんじゃないかなと感じるほっこり料理です。娘さんに言わせると、もう料理が趣味なんですとのことですから、色も泉質も違う2種類の源泉が楽しめて、手作り料理が美味しくて、宿の皆さんも優しい、全国的に有名ではないけど大好きなお宿、日帰りも受け入れていることからも分かるように、いわゆる上質を売りにしたおこもり系の宿ではありません。その気安さが自然体で過ごせる理由なのかもしれません。チェックアウトの前に縁側に出てみると、相変わらず野鳥がいい声で鳴いています。鳥たちも居心地のいい場所がわかるのでしょう。